サルベ皆さん、こんにちは。イタリアガイドの萩原です。皆さんですね、ローマに来られたら、必ずね、訪れる観光スポットって言ったらバチカン美術館になると思うんですけど、ローマにはですね、それ以外にもたくさん素晴らしいね、美術館があるということで、今日はその一つをね、紹介いたします。今ですね、僕はローマのレーゴラというね、地区に来ています。ピアッツァ・カポディフェッロというですね、枢機卿の名前が取られた広場に今来ているんですが、その広場の前にはローマでね、最も美しいと言われている外観を持つ宮殿がね、目の前にあります。美しい漆喰装飾とで一緒に共に壁画、このくぼみにはローマのね、皇帝の像がですね、飾られています。そして、この宮殿は一体誰の宮殿だったかというと、この宮殿の上にですね、紋章が見えますか？3本の百合と剣、スパーダがですね、描かれています。そしてその左右の丸のくぼみのところには、燃え盛る柱の横にお行儀よく座る犬がですね、います。つまりこれはですね、枢機卿のモットーである、どんな時にでも忠誠をという意味を表しているんですね。ということで、これは剣、スパーダ、そして枢機卿の宮殿ということに、なっています。そしてこの入り口を抜けるとですね、美しいこの中庭が現れるということで、ローマ皇帝ではなくて、今度はギリシャ神話のですね、神々が我々を迎えてくれているんですね。スパーダ枢機卿が集めたコレクションが収められているということで、ここはガレリア・スパーダに、なります。ということで、じゃあ早速ですね、その枢機卿が集めたコレクションをですね、皆さんと一緒に、見ていきましょう。宮殿の、中に入ってきました。宮殿の大体3階に当たるところが美術コレクションになるわけなんですが、この螺旋階段を上がって、通常はですね、こういったスタビライザーとか、写真はOK なんですけど、スタビライザーがダメということなので、許可をいただきました。ちょっと早速入ってみましょう。どんな感じか。見てください。主にですね、このスパーダ宮殿はですね、17世紀から18世紀の、バロックのですね、絵画がコレクションされているということなんですね。絵画もそうなんですけど、こういった古代ローマの彫刻であったりですね、18世紀の家具などもですね、飾られているということで、この木製の天井には、ベネツィアのムラーノのですね、シャンデリアがかけられています。まず、一つ目のお部屋に私たちを迎えてくれるのは、ベルナルディーノ・スパーダ枢機卿になります。描いたのはイタリアバロック芸術の主役の一人、17世紀に活躍した有名な画家グイド・レーニになります。彼はあまり好んで肖像画を描くことはなかったのですが、枢機卿への友情の証としてプレゼントしたものになります。枢機卿がボローニャで教皇の特使を務めていた時に、この地方出身の画家であるグイド・レーニと友人になり、画家としての活躍の場を与えました。絵画には枢機卿の高貴さや知的さがありながら、どこか友人を見つめる枢機卿の目にはですね、親密さも感じます。この部屋の中でですね、注目すべき家具はこれですかね。この白い大理石と金メッキされたブロンズ製の18世紀の時計になります。この時計の上には女神ミネルヴァがですね、置かれています。
スパータ枢機卿の甥いがですね、さらにコレクションを増やしていったということで、ファブリツィオ・スパーダというね、枢機卿の絵もですね、ここに掲げられています。13世紀以来、基本的に枢機卿がですね、着る服の色は赤に、なっているんですね。赤というのは枢機卿が信仰のために犠牲になるというね、意味を持っています。ということで、じゃあ次のね、お部屋に行ってみましょう。第2のお部屋ですね。こちらは、バロックの最大の彫刻家である巨匠ベルニーニがですね、設計したお部屋になっています。ということで、ベルリーニのですね、作品もこちらにあるんですね。バチカン美術館にあるラオコーン像にインスピレーションを受けて作った、主にこの顔と胸像に焦点を当てた作品。オリジナルのものよりかさらにちょっと悲哀がね、増して強調されている。ベルニーニらしいですね、作品になっています。そして、壁の上には、肖像画とかですね、もしくは風俗画で有名なバルトロメオ・パッサロっていうのはですね、ボターニコ、植物画があります。2つの花瓶、2種類のカモミール、そして1枚の紙が置かれた机の前にいる植物学者。彼は鑑賞者、我々に植物の講義をしているかのように見えます。この時代、16世紀、17世紀は自然科学が大きな発展を見せた時代。画家の自然科学への関心が絵画から読み取ることができます。さらにですね、視線を上にやるとですね、天井の下、フリーズと言われている部分ですね、この横長の絵画が見えますでしょうか。1542年にですね、ミケランジェロがバチカンのシスティーナ礼拝堂の最後の審判を完成させるわけですね。で、その後、教皇はですね、ラファエロの弟子であったペリンデルバーガという画家にですね、システィーナ礼拝堂のその床とフレスコ画の間にですね、金と布で織ったタペストリーをですね、制作する予定だったんですね。置く予定だったんですね。残念ながらそのプロジェクトは頓挫してしまったんですが、タペストリーのモデルとなった絵がここに掲げられているわけですね。ミケランジェロの表現力と、ラファエロの素晴らしいその古典主義を合わせた見事な作品になっています。そしてこちらにはですね、イタリアで最も有名な画家の一人、ティツィアーノが描いたですね、音楽家の肖像があります。当時のヨーロッパの宮廷の君主や権力者は例外なくこのベネツィア画家ティツィアーノに肖像画を描かせたというほど当時から人気がありました。色の使い方において熟練した技術を持つティツィアーノはこの絵画においても黒、グレー、茶色の色調のあらゆる表現の可能性を見事に引き出しています。シャツの裾は生地の厚さがしっかり感じられ、そして音楽家は鑑賞者の方を向いて極めて自然でダイナミックな姿勢をとっていますが、それが視線の鋭さによって強調されています。他にもですね、このお部屋にはアンドレア・サルートのですね、作品があったりと。全部で4部屋、大きなですね、美術館ではないんですが、部屋の隅々までに絵画ですね、掲げられているということで、このお部屋の入り口の上には、有名な画家ではないんですが、明らかにレオナルド・ダ・ヴィンチの影響を受けたと思われますよね。そして、何気なく古代ローマ時代の大理石の柱が装飾として置かれていますよね。そしてこちら3つ目のですね、お部屋に入ってきました。
天井画にはですね、鮮やかな色で4大陸ですか。前サン・イナーツィオ・デ・ロヨーラ教会でもご紹介した4大陸が擬人化されてね、描かれています。こちらもね、またムラーノ製のシャンデリアになりますよね。この部屋には主に歴史画とかですね、もしくは神話画が置かれている、大型の作品がね、置かれているということなんですが、例えばですね、これ、マルクス・アウレリウスとクレオパトラにね、なります。マルクス・アウレリウスとクレオパトラは恋仲同士だったということなんですが、最終的にクレオパトラは自害する運命にね、自殺してしまうということなんですよね。そしてお部屋の真ん中には恋愛の神キューピッドがですね、すやすやと眠っています。どちらも古代ローマ時代のね、作品ということなんですが、時に恋愛、恋は悲劇を生むということで、クレオパトラと同じ運命をたどってしまったのが古代ローマの叙事詩、登場する女王のディドになります。それを描いたのがグエルチーノにね、なります。トロイアの英雄アエネイスと恋に落ちた女王ディド。しかし、これを神がですね、許さず、アエネイスは次の土地へとですね、出発しなければならなかったんですね。これを悲しんだディドが剣を胸に刺し自殺をね、図ろうとしているという悲劇的な、瞬間をですね、描いています。グエルチーノは上から差し込む光を女王に照らし、非常に強い影をね、作ることで全体を調和させ、ドラマチックな展開に仕上げています。部屋の隅にはですね、古代ギリシャの哲学者の像がね、置かれています。現在はソクラテスの弟子アリスティッポスというふうに言われているんですが、当時17世紀はアリストテレスだというふうにね、言われていました。ちょっと道を外れて、こちらには何気なくアンニバル・カラッチのですね、バロックの巨匠、肖像画が置かれています。アリストテレスと関係するように、こちらには1600年代の天球儀が置かれているということで、ベルナルディノ・スパーダ枢機卿は、芸術だけではなくて、天文学にもですね、興味があったということがね、わかります。こちらには、火、風、水、土の世界を構成する4大要素がね、描かれているんですが、当時、17世紀後半、もしくは中盤ですか、ガリレオ・ガリレイがですね、自分の説、地動説を実証して、教皇庁とまさに戦っていた時代なんですね。ガリレオ・ガリレイの死の後に作成されたと言われている象徴的な絵画がですね、こちらになります。天動説を唱えた古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、初めて地動説を唱えた天文学者のコペルニクスの腕をね、掴んでいます。コペルニクスはアリストテレスに対して空を指し、我々は空を正確に観測できるようになったんですと、力説しているかのように見えます。そしてその天体の下にいるのが地動説を実証したガリレオ・ガリレイ。立場上、地動説はね、認めてはいけないスパーダ枢機卿だったんですが、実はガリレオ・ガリレイを支援していて、絵画を通して彼への敬意をね、示しています。じゃあ最後のですね、お部屋に入っていきましょう。これまで見てきた3つのお部屋にかかっている絵画に比べてですね、ここのかかっている絵画、とても印象として暗いんですね。というのは背景がとても暗く描かれています。というのは17世紀ですね、主に光と影のコントラストを使って描くスタイルが
流行するんですね。カラバッチョという画家がいるんですが、その影響をね、受けた画家の作品、例えば女性画家であった珍しい当時としたアルテミシア・ジェンテレスキの聖チェチェーリア、画面いっぱいにですね、チェチェーリアが描かれていて、背景は暗いですよね。すでに天に昇っているかのような視線、そしてこの魅惑的な美しい黄色は、父のですね、オラーツィオ・ジェンテレスキから工房からですね、学んだというふうに言われています。父のね、作品もこちらにね、あります。他にもですね、その光と影のコントラストをですね、うまく用いて描いたフランスからやってきたヴァン・ランタンの聖家族と聖ヨハネのですね、絵画があったり、当時あと風俗画、風景画、生物画というのも17世紀に確立したジャンルということで、こちらもフランスの画家リュバン・ボージャンのろうそくのある景色もですね、主要なコレクションの一つになっているということで、これで大体皆さんにこのスパーダ宮殿の絵画ご紹介ねさせていただきました。さらにですね、こちらには中庭にはですね、興味深いものも作品もあるということで、早速じゃあちょっとその中庭にですね行ってみましょう。今度はですね、ベルナルディーノ・スパーダスキ教のプライベートの中庭にやってきました。オレンジのね実がまだ季節的に、ちょっと終わりかけなんですが、それでもオレンジの花のですね甘い香りがするんですが、ベルナルディーノ・スパーダスキ教は天文学に精通していた、興味があったということで、数学にも興味があったんですね。ということで彼はお客様をお迎えした時にびっくりさせるための仕掛けをですね作ったわけなんですね。これがそのプロスペティーバと言われるものなんですが、ボッロミーニというですね建築家が彼のアイデアをですね採用して作ったということなんですが、ここから見ると30メートルぐらいですね奥に続いているのが見えるんですが、実際どうなっているかちょっとデモンストレーションをご覧いただきます。皆さん分かりましたでしょうか。というのはですね、これトリックアートになってるわけなんですね。この脇から見ると一番分かるんですよ。というのは奥に行けば行くほどこの円柱が低くなっている、約半分ほどになっているぐらいの高さ、そしてこの床も奥に行けば行くほど勾配している、天井も奥に行けば行くほど天井が下がっているということで、イリュージョンになってるわけですね。奥には群神マースというか定かではないんですけどねの像も全部で台座合わせて80センチぐらいしかないということで、そのベルナルディのスパーダスキ教はすぐにですねお客さんが仕掛けを見破られるのが困ってしまうので、皆さんが見ていただいたこの増設した部分ですか、美術館の部分、このトリックアートが完成した後ですね、ここに入り口があったわけなんですが、全部入り口を閉じて、この階段部分残ってますよね。脇から入られて困ってしまう、見破られてしまうということで、脇から入らないように、このトリックアートが、皆さんが騙される、この部分、このストレートに見える部分だけをぶち抜いて、来るお客様に対して、見せつけたじゃないですけど、驚かせたということで、なんとも興味深いですよね。面白い。
ベルナルディーノ・スパーダス教はですね、67歳で亡くなって、ガラリア・スパーダの近くにあるこのサンジロラモ・カリタ教会のカペラ・スパーダ礼拝堂ですね、あそこで眠っているということで、この白い大理石とこの黄色いのはですね、ジャスパーという壁玉になるわけですね。それを組み合わせて作った礼拝堂ということで、さっき見たプロスペッティーバ、ボッロミーニが作成したものになっています。面白いというかですね、素晴らしいアイデアは、この2人の天使が製品用のテーブルクロスをこういうふうに持っているわけですね。そしてさらにですね、ここ礼拝堂に入るためにはこういうふうに天使の羽がですね、開閉式に、なっているということですね。そしてボロミーニからインスピレーションを受けた18世紀のトリノでですね、活躍した天才建築家がもう一人います。それがフィリッポ・ユバーラに、なります。彼はローマで勉強して、その後ローマでトリノでですね、様々な独創的な建築物を残したということで、ローマにもですね、一つだけ残っています。ということでね、いかがでしたでしょうか。今回はガラリア・スパーダということですね、美術館を紹介させていただきました。またローマにはですね、それ以外にも美術館がありますので、また次回の機会にですね、ご案内させていただきます。ということで、チャオ。